る時の田中さんがキラキラしててはい、どうも始まりました。今回もまたこちらミゼットジャンバーンさんにね、前 IRX の動画で2人で来ましたけれども、はい、ここ来てこの背景というかこのたくさんのアンプ見せていただいて、このアンプ弾かずに帰るなんてことがそれはちょっとねできなかったということで、はい、このアンプを弾かせていただく回でございます。はい、でこのアンプを弾くにあたりゲストをお迎えしたいと思います。なんと2回目登場、田中さんです。よろしくお願いします。田中さん、こんにちは。皆さん、田中さん、この動画の田中さんですよ。素敵なラックをお持ちいただいた田中さんで、前回の動画最後の方にね、実は田中さんミゼットジャパンにお勤めなんですということで、はい、そうですね、はい、お勤めております。今日フリードマン T シャツですね。じゃあまずトップバッター的なやつでこちらつながってるので、一回ちょっとどんな音か行ってみましょうか。います。おお、貫くみたいなサウンドです。こちらはどういうアンプですか？こちらはですね、はい、現行のマーシャルのリーシューの 1987X をデイビッド・フリードマンに特別に、依頼をしまして、弊社がエディ・バンヘイレン仕様のチューニングが施されております。しかもね、今かかってるね空間系がこちらなんですよね。これは今回田中さんのこれはねミゼットジャパンのやつか。ものなんですが、もうなんかもう雰囲気がオーラが、はいはいはい、すいません。つまみをすべて全開にしてフルテンですよ。これフルテンにしてフライエットの PS100 でアテネートして使う仕様で、デイビッド・フリードマンがチューニングしております。だからアンプフルテンで使う前提のチューニングなんですよね。それもすごいフリードマンらしくて、やば。これちょっとボリューム落として弾いてみましょうか。これぐらいですかね。うわ、このアタック、これね、このディレイの音してるわ。SDE3000 サウンドいっちゃってください。そっから全開。いいっすね。ギターのボリュームのやっぱり反応が、レスポンスがすごいいいのと、ほぼ直案なのでこっちのコントロールに追随するようなスペックになってて、語ってる時の田中さんがキラキラしててなんかこれが僕たちのこのリファレンスね、基準になってて、すごい。たまに音出してこっちだっていうので。なるほど、そういうの大事ですよね。そういうリファレンスの機材。続きましては2代目エクスタシー3534の 50W 出力バージョンになりますね。今ブルーチャンネルって、グリーンがクリーンで真ん中ですかね。ブルーチャンネルで一番クリーンクランチからギターのボリュームのレスポンスですねがすごくいいチャンネルで、これレッドチャンネルも行かなきゃダメでしょ。じゃあちょっとチャンネル変えに行きます。切り替えました。さらにブースト機能がついてますので、ちょっと今回ブーストを入れてみましょう。じゃあもういっちゃん最近のやつですね。おお、このボグナーの粘り気、ローミットがすごく豊かなのと 50W 出力になったことによってよりそこが強調されているというか、どこが強調されてる？ローミットですね。ローミット、低域がすごくアグレッシブな印象を個人的にはすごく受けてて、聞いててもそう思います。もうジューシーさが段違いで。マジ？はい。
続いてはまたもやボグナー。こちらもマーシャルをラインホルド・ボグナー氏が改造した。またややこしいな。マーシャルをボグナーさんが、そうです。今販売されているボグナーのヘリオスヘッドだったり、そういうところに繋がっていってる原型なんだ。ゴールドフィンガーの年代切り替えスイッチとかに、後にこの時に培ったノウハウが反映されるっていう。それはなんか胸熱ストーリー。すごい歴史的なアンプで。これはまた歴史を感じる。どうでした？いや本当にロマン感じる音というか、なんか粘りもちゃんとあるんですけれども、マーシャルって感じの歪みがちょっと足りなくてもこう満足させてくれるような。続いてはフリードマンのこちらはですね、ツインシスターヘッドになりまして、大人気のダーティーシャーリーヘッドっていうモデルがあるんですけど、そのダーティーチャンネルの2ちゃんに2つ搭載したモデルになりまして、上と下でつまみがあるけれども同じチャンネルが2つ入ってる。同じチャンネルが2つ入ってて、それをフットスイッチで切り替えれるようになっている仕様になってます。なるほど。はい。なんかもうキャラやっぱりフリードマンになったな、ボグナーから急に。これはライブしたくなる音ですね。そうですね。チャカっていう切れ味と、あとしっかりね、このまとわりついてくるロー。これちょっと原因一回マックスにしていい？これいい？もちろんです。うわー。続いてはフリードマンの JED20 ヘッドですね。これ初めて見ました。もともと JED100 ヘッドっていうヘッドが限定生産で作られてたんですけど、それの20ワットバージョンってことで。20ワット何系なんですか？ベーシックはマーシャルの JCM800 のような、そっち系。80s、ザッツ 80s なサウンドなので、じゃあちょっとジャラーンってやつかな、いっちゃってもらっていいですか？はい。懐かしい。きらびやかなクリーンだけど中域がすごい豊かと言いますか。なるほど。そしてやっぱフリードマンだからこれはチャンネルが切り替えるとまたなんか。チャンネル切り替えるのちょっとじゃあ歪ませに行きます。大人かっこいい。バリンとした音ですよね。これまだね、このチャンネルをさらに歪ますことができるフルゲインがついてて。フルゲイン。つまみ引っ張るやつね。じゃあ引っ張ってもらっていいですか？ちょっとフルゲインしに行ってきます。うわこちら20ワットなんですけど、20ワットと思えない音で出るけど、ちょっと映像に映ってるんですけど、一番上のリトルシスターってヘッドも同様なんですが、低域がやっぱりワット数が低いと出にくいんですけど、フリードマンのアンプはですね、ワット数が20ワットでもすごくアグレッシブなローエンドが魅力的なんですね。ワット数の高いアンプを弾いてるかのような感覚になれるのがすごくいいな。はい、では最後大鳥もフリードマン。こちらはですね、SS100V2 スティーブ・スティーブンスモデルのもう強そう、V2 モデルバージョン2ですね。これ実は前から弾いてみたくて、そうなんですよ。知り合いの方からこれいいよっていうのを事前に伺っておりまして、じゃあ今日ついに弾いてしまうと。ハイゲインからいきましょうか。一番歪む SS プラスっていうチャンネルですね。ドロップでいきます。
ってなるやつや。これ僕一番好きかも。本当ですか。僕も一番好きです。フリードマン特有のね。これぞフリードマンのじゅわっとした感じの。これいいですね。いや僕正直僕の派なんですけど、これはいい。いいですよね。結構今までパリッとした感じの歪みが多かったんですけど、粘りがこういう粘りが全然違ってもじゃあ最後ギター持ち帰っていただいたんで、こちらでいきましょうか。はい。これ結構ギターのキャラクターちゃんと生かせてドライブしてくれてますね。先ほどのねギブソンとはこういったな感じのギターなんですけど、そこもやはり確実にこうアウトプットしてくれるのがフリードマンプの魅力でもあるね。素晴らしい、ありがとうございました。今回の動画良かったって方はぜひチャンネル登録、そして高評価お待ちしてますので、ぜひよろしくお願いします。本日スペシャルゲストケンシロウくん、そして田中さんでした。どうもありがとうございました。それじゃあまた動画で